観音様はイライラすることがあんまないじゃない？ほとんど、なんか。頻度は全然少ないけど、もちろん人間だからあるよね。で、多分、イラも、ほとんどのイラは期待ゼロで消えちゃう気がする。そうなんだよね。ほんとそうなの。ほんとそうなの。そう。なんか、自分がもやもやっとする原因には、大体裏側に期待があるなって思っていて、期待値ゼロの気楽な人生っていうのが私のテーマなんだけど、期待値をゼロにすると、本当にオールオッケーでいける。それこそノージャッジでピースフルになれる。誰かと会う約束とか、なんか、こういうことを、こういうインスタライブでこういうことを言って、こういう反響もらわなきゃいけないとかさ、期待値があればあるほど自分をキュッて縛っちゃうけど、ゼロっていうさ、その気楽さってなんかこう本質を解放するよね。すごく。だって逆に言うとさ、今俺たちがこのインスタライブで、期待を逆に上げていこうかってなったら面白くないですか？もっと、それ。いや、もっといいインスタライブができるはずだとか、観音さんはもっと可能性が、今日は赤の服じゃなかったんじゃないとかさ、今日俺黒じゃダメだったからとかさ、いや、面白い。いちいち期待を、もっとさ、これ500人ぐらいしか、1000人呼べたと思うんだよねとかさ、なんか、ウケる。いちいちこう未来の期待と比較して今をジャッジしちゃうみたいな。でもさ、ほんと面白い。いや、そう切り替えればそう切り替えるほど、またいろんな思考が生まれてくるのも超面白いけどね。違う視点でまた、こう。いいね。でも俺たちってなんでこんなに期待しちゃうんだろうっていうものを、ゼロから考えて、もう一回こうちょっと丁寧に紐解いたときに、素晴らしいね、その掘り下げ。うちの子供の性格もあると思うんだけど、できなくても赤ちゃんって、かわいい。イライラしないわけ、赤ちゃんって。例えば何もできないけど、笑ってるわけ。できなくてぐちゃぐちゃになったり、何もできないのに、ゲラゲラって笑う。本人がね。本人が。で、まだ赤ちゃんだからお母さん期待がないわけ。まだそこには。そうだね。まだ0歳ぐらいだと、なんか親側も、まあ0歳だからっていう。1歳ぐらいから、あれ他の方もうハイハイしてるのにうちの子はとか、靴下まだ履けないって遅くないとか、うちの子太りすぎかなとか、なるほど。ちょっとずつ親の期待が1歳前ぐらいから、8ヶ月ぐらいから入り出すんですよ。なるほど。で、子供もそれでイラを覚えるんですよ。なんでかっていうと、できないとできるに分けちゃって、イライラしちゃうんですよ。できないことにイライラしちゃうんですよ。本人がね、それもね。本人が。僕らも親もイライラするし、なるほど。期待がどんどん大きくなると、まだ年長さんにもなって、まだトイレも行けないのとかさ、こう、もう長男、男の子なのにとか、女の子なのにとか、なんかどんどん条件が加わって、期待が加わってできないって、なんでできないの？じゃあ、頑張りましょうってなるっていう。そこから、この、イラつきが始まるんですよね。この理想、今に生きてないから。例えば、パジャマを着替えるのも、できるかなみたいなのあるじゃないですか。はて、ふふーみたいなね。みたいな。で、あれって実はもう達成感システムで、できるかなってもうもう超大人っぽいジャッジなんですよ。確かに。あれ大人のコントロールなんですよ。できるかなとか、歯を磨きましょうねみたいなやつってもうコントロールしに行ってて。なるほど。でも人間の顔がちょっともうやらしくなっちゃうもんね。いやらしいんですよ。ね。支配があるから。できるできないとか考えなくても子供は勝手に着替えれるようになるのに、着替えることがゴールで、着替えてない、まだ、例えばなんか、逆とか、通らない時に、もうすぐ手出しちゃうんですよ、親は。これがすっごい難しいんです。これに気づいていけるかどうか、今に生きてる人と、今に生きてない期待がある人の差がこんだけ違うんですよね。
確かに。もうずっとどの瞬間見て、だから俺が前靴下を、そのタイタイがちっちゃい頃に、ずっと履けない動画を撮ってたんですよ。でずっと裏返しとかもこうやって、こう、ずっと履けない。実演してくれる。で、こうなってるわけ。で、ニコニコしながら、へへーとか言ってるわけ。で、俺をそれがもう可愛いしか言ってないわけ。もう可愛いしか言ってない。もうどの瞬間も可愛いわけ。履けても履けなくても可愛いから。可愛いな。で、その映像を流しただけで、たくさんのお母さんから涙が止まりませんってきたから、私はなんでこんなに靴下を履かせようとしてたんだろうっていう。わかるよ。これって、でも相当、カノンさんは、そこに対してのなんか、たまたま、俺もそうだけど、ネイティブっていうか、すぐ気づく。自分が期待してたとか、イライラしても、もともとがイライラシステムじゃないから、そうだね。イライラシステムを採用した時に違和感がすごいあるわけ。でも普通はすごいわかるもん、自分で。すぐバッてわかるからすぐ消せるわけ。でも、お父さんお母さんから期待されて育った人は、そうだね。違和感がないから、まさか自分が期待してるっていうのに気づかないんですよね。そうだね。しかも、どうぞどうぞ。しかも自分に対しても、すごく大きな期待を課してるよね。同じこと言う。もうどっちが喋っても同じじゃないか。一緒。そう、自分ですよね。そうなの。どっちからアプローチすると期待が緩みやすいかっていうのは個人差があるかもしれないよね。子供の期待値に気づいて、ちょっと待ってってやる方が、こう期待値ゼロの人生っていうか期待値をで自分を苦しめるってことをしなくなるかもしれないし、そもそも自分に私これなんでやれてないんだろう、今めっちゃ期待してたみたいな、いやこの期待ゼロでよくないって自問自答のその自分への期待を下げるっていうことで子供への眼差しも下がるみたいなこともあるかもしれないし。確かに実は期待ゼロでいくと、不思議なんですけどくじけないんですよね。期待が高い人ってくじけやすいじゃないですか。そうか、期待があるからくじけるという概念が発想。なるほど。期待ゼロになるとね、くじけることもないし、調子に乗ることもないし、劣等感もなければ優越感もないんですよ。そうだね。で、かつ失敗も成功もないんですよ。だって、靴下を、これを履くときに、靴下かわいいっていうのがまずあって、何これかわいい、足と靴下のコラボレーションみたいな感じで、どの瞬間も別に履けなくても、なんか、どこのセットでも、靴下履くのがゴールじゃないもんね。そう。靴下履いてるプロセス、1秒1秒にゴールがあるっていうか、楽しいがあるんだもんね。そう。だから、例えばじゃあ、俺とか加納さんが家族だとして、じゃあ家族で、ディズニーランド行こうってなった時に、期待がある、ディズニーランドに執着が始まっちゃうと、例えば、ディズニーランド、期待ゼロの家庭って、ディズニーランドに行くことが決まっても、じゃあ行こうぜって、このメンバー、もう500人みんなで行っちゃおうぜってなった時に、楽しいな、愉快だな。多分、全部楽しいわけ。予約から、バスの手から、もう、で、雨降っても楽しいし、めっちゃ雨降ってるじゃん。なんならディズニーが閉まってても閉まってるんかーいってみんなでこう。何それ、全方位の幸せ。そう。でもディズニーに固執して期待しちゃってる人は、ディズニーがもし行った時に閉まってたりとか、ディズニーランドでなんか嫌なことがあると、全部が落ちちゃうんですよね。そこにかけちゃうと、人生を。あと誰確認しなかったのみたいなことになるよね。そうなんですよ。喧嘩が始まっちゃうんですよね。なるほどね。そう。だから、俺、至るところに、俺今、一個気づいた。自分の機会に。何？いや、俺、今ちょっと頭の中で下がってたんです、喋りながら、俺っていつ凹んだかなと思ったら、
背筋へこんだわと思ったら昨日の夜だったんですけど、しかも思い出すの時間かかってるけど。昨日の1時に英会話をやって、で最近ちょっと自分が上手くなった気になってて、ちょっとこう、俺、はい、みたいな。動画どうやってるそう。はい、なんつって。How are you doing? みたいな。Nice to meet you? みたいな。で、こう、もう、ささって言っちゃったわけ。で、はい、って、いい感じで男性で、カナダ人で。そしたら、いきなり、って言われて、一個もわかんなかったわけ。そしたらなんか、Have you なんとかするで、まあ、要するに今日一日、これまで何してたのっていうことが、なるほど。すごいカナダなまりのスピーディーな感じで、何回だスルーアウトとかよくわかんない言葉使われても、スルーアウターデイって言われてもさ、スロワンって聞かれて、ソロワンソロバンみたいな。ソロワンみたいな。で、もう楽しいけどね。で、please slowly って言ったわけ。my hearing is not good みたいな。苦手だから、そしたらなんか、はぁみたいな感じで。で、全然ゆっくり喋ってくんなくて、4回ともわかんなかったわけ。そしたら、なんかちょっとイラッとされて、なんかこう、いや、俺、今まで長い間英会話の先生やってきたけど、初めてでこの挨拶文だけでわかんないのみたいなこと言われて。確実にへこんだ。確実にへこんじゃったわけ。でも、その後、まあ、なんか、かなり挽回して、俺が書道家だってことしたら向こうが、わお、ウェアウェイみたいな、もう全然良かったんだけど、なんか最初すっごいイラつかれて、でも俺、期待してたんですよ、やっぱ自分に。もっとできるはずだとか、だからプライドがちょっと今、英語の変なプライドが、ちっこい、脆いプライドがついてたんですよ。ね、面白いね。普段のさ、書道とか、なんか普段の自分の得意なエリアでは期待値ゼロでもう整ってるじゃん。でも、こういう新しいのが出ると、今まで稼働しなかった期待値システムみたいなのがやって、それまたでもさ、これでまたさ、英会話の期待値も下げていくとさ、どんどん期待値ゼロになっていくよね。人生が全体が軽くなっていくっていうか。